江戸城本丸の奥深くに存在する男子禁制の絶対領域大奥。かつてここには3000人もの女性たちが集い、年間数万両、現在の貨幣価値にして数百億円もの予算が動かされていた。表の政治を司る老中すら日暮れとともに足を踏み入れることを固く禁じられた城の中の独立国家。なぜ徳川幕府は将軍の私生活の場にこれほど過剰で絶大な権力を持たせたのか。その答えは徳川260年の安泰を裏で設計した一人の女性の存在にある。春日局、本名おふく。これは血と謀略が渦巻く時代の中で一人の女性が徳川の血を守り抜くために巨大な権力機構を作り上げた権力誕生の記録である。話は慶長9年に遡る。二代将軍徳川秀忠と正室お栄代の間に待望の長男竹千代、後の三代将軍家光が誕生した。その乳母として選ばれたのが当時20代半ばのおふくであった。しかし竹千代の幼少期は苦難に満ちていた。生まれつき病弱で喫音があり、容姿も優れなかった竹千代に対し、二代将軍秀忠とお栄代は美しく聡明な弟国松を激しく寵愛したのである。城内の家臣たちもまた権力者の顔色を伺い、次第に国松を次期将軍として崇め始めた。孤立を深め、母からの愛を受けられずに怯える竹千代。その姿におふくは自身の不遇な生い立ちを重ね、静かに狂気ともいえる覚悟を固めていく。竹千代様、泣いてはなりませぬ。この城の誰もがあなた様を排斥しようとも、このおふくだけは命をとしてあなた様を天下の主に仕立て上げます。私はあなた様の実の母にはなれぬならば、この国の歴史を動かす影の母となってみせましょう。慶長16年、おふくは意を決して伊勢参りを偽り、江戸城を脱出。駿府城に鎮座する大御所徳川家康のもとへ直接乗り込み、涙ながらに窮状を直訴した。慶長12年、駿府城大広間。天下人徳川家康の御前に通されたおふくは静寂の中、命を賭した決死の直訴に臨もうとしていた。大御所様、恐れながら申し上げまつります。竹千代君こそが正当なるご嫡男にございます。重陽の序を乱せば再び乱世の火種となり、筑彼氏天下太平の礎が根底より崩れ去りましょう。このおふく、我が命に代えてもお訴え申し上げます。おふくの命がけの訴えを聞いた徳川家康は自ら江戸城へ赴き、竹千代が唯一の正当な後継者であることを天下に宣言。かくして竹千代の三代将軍就任が確定したのである。この駿府への直訴は本来であれば死罪を免れない超法規的な掟破りであった。当時の乳母は単なる身の回りの世話役に過ぎなかったが、おふくは自らの命を賭して徳川家康を動かすという前代未聞の偉業を成し遂げたのである。実の母から冷遇されていた竹千代にとって自分を守り抜いてくれたおふくは唯一無二の存在となり、二人の間には強い絆が結ばれた。この絶対的な信頼こそが単なる乳母の枠を超え、おふくが幕府の中で絶大な権力を握る最大の源泉となったのである。元和9年、竹千代は三代将軍徳川家光として即位。しかし
念願の将軍権力を手に入れたおふくの前に新たな壁が立ちはだかる。幕府の機構改革を進める若き天才側近松平信綱であった。後に知恵図と恐れられる信綱は当時わずか20代半ば、男性の慣習を廃し、全てを老中主導の組織と幕府の法によって統治する近代化を進めていた。信綱の鋭い視線は将軍の身辺を仕切るおふくの存在へと向けられる。おふく様、これからの徳川は個人の譲や乳母の権威ではなく、老中と幕閣が定めた幕府の法によって治められるべきです。将軍家の世継ぎ選定も側室の管理も、すべて幕府の管轄下に置いていただきます。幕府の法でございますか。では、信綱殿、その厳格な法と制度だけで、暗闇から放たれる刺客の毒を見抜き、大名家が野望を秘めて送り込む側室の裏切りを完璧に防ぐことができるとおっしゃるのですか。表の法など、人の欲望や嫉妬がうごめく闇の前では、ただの紙切れに過ぎません。毒味の徹底も、側室の身元調査も、すべて老中の統括の下で組織的に管理すれば足りる話。個人の執念や暗黙のルールに依存する組織など、国家の構造としてあまりに不確定かつ歪と言わざるを得ません。表の秩序が確立されてこそ奥の安全も担保されるのです。論理と組織の力を盾に攻め立てる信綱だが、40代を迎え美しさと凄みを増したおふくは一切ひるむことなく冷笑を浮かべた。ご冗談を、信綱殿。見かけだけの制度に小座を書くから、表の男たちはあっさりと利害で動いて裏切るのです。表の男たちの手が届かぬ闇を引き受け、毒をも食らい、徳川の血を守り抜く砦がどうしても必要なのです。表の船舶な法など、奥の情念の前には無力と知るがよいでしょう。寛永6年、おふくは朝廷より春日局の称号を授かり、大奥の最高権力者へ上り詰める。家光の病気平癒の礼を名目に京都御所へ参内したおふく。本来無冠の武家侍女が天皇に拝謁することは数百年続く朝廷の掟で固く禁じられていた。しかしおふくは名門公家三条西実枝の義理の妹となることで強引に正殿資格を獲得。宮中において従三位の皇位と春日局の名号、さらには天皇から直接幹を賜る天拝の栄誉を受けた。公家衆が前代未聞の異常事態と震撼する中、幕府の絶大な権力を叩きつけられた後水尾天皇はわずか1ヶ月後に電撃上位を断行。朝廷すら屈服させた春日局は天下の絶対権力者として大奥へ君臨した。そして同年、史上に残る大奥法度を制定した。大奥の法度の核心は男子の完全排除と情報漏洩の防止にあった。日暮れとともに七つ口と呼ばれる門が閉ざされ、将軍以外の男子は一切の立ち入りを禁止。さらに将軍の夜の営みを管理する遅い寝の制度が作られた。側室の枕元には2名のお年寄りが昼夜付き添い、会話や振る舞いの一部始終を記録監視した。これは過剰な性愛の防止だけでなく、側室を通じた大名家の政治工作や暗殺決闘のすり替えを完璧に防ぐ絶対のセキュリティシステムであった。大奥法度の施行に伴い、将軍家光より奥向きの警備と水筒の確認を命じられた松平信綱。大奥と中奥を隔てる
重厚な仕切りの前で、信綱は完成した鉄壁の統制機構を目の当たりにする。局様、見事な手腕にございます。上様よりの命にて奥の掟の施行状況を見聞に参りましたが、男子の立ち入りを完全に遮断し、情報漏洩を防ぐ構造、寸分の隙もございませぬ。表の法が届かぬ領域を自らのハットで統率されるお覚悟、確かに見届けました。ご理解いただけて何よりにございます。表の政治はあなた様が盤石に収めなされ、この奥は私が命尽きるまで徳川の聖域として守り抜いてみせましょう。春日の局が作り上げた大奥というシステム。それにより徳川家光の権力は揺るぎないものとなり、三代将軍の治世は黄金期を迎えた。しかし徳川の血を守るために作られたこの美しい檻は、やがて時代が下るにつれ新たな悲劇を生み出していくこととなる。数千人の女たちがうごめく閉ざされた空間は、やがて権力と莫大な金が乱れ飛ぶ安東の幕津へと変貌、幕府の財政を圧迫し、徳川そのものを内側から蝕む恐怖の気候へと膨れ上がってゆくのである。血を守るために作られた城がいかにして愛憎と謀略の館へと姿を変えたのか。次回第2部、金と権力。江島生島事件。大奥史上最大の政治粛清劇の真実が明かされる。